皆さん、こんにちは。今日の番組では、私たちの食生活に深く関わる重要なトピック、それは食品廃棄物の再利用について深掘りしていきます。毎日私たちの食卓に並ぶ食品の裏側で、想像を絶する量の食品が廃棄されています。これらの食品廃棄物は、ただのゴミではなく、再利用によって新たな価値を生み出す可能性を秘めています。私たちの社会では、食品廃棄物が環境問題を引き起こし、持続可能な食品システム構築への大きな障壁となっています。しかし、この問題には創造的な解決策が存在します。食品廃棄物を再利用することで、環境への負荷を減らし、持続可能な社会への一歩を踏み出すことができるのです。今日の番組では、食品廃棄物の現状と、それが環境に与える影響、そして創造的な再利用方法を探ります。また、この分野でのイノベーションや、再利用がもたらす社会的、経済的な利点についても考察していきます。それでは、未来に向けて持続可能な食生活を考える旅を一緒に始めましょう。皆さん、食品廃棄物が私たちの日常生活、特に環境にどのような影響を与えているかご存知でしょうか？今日のセクションでは、この深刻な問題に焦点を当てていきます。世界的に見ると、毎年約13億トンの食品が廃棄されています。これは全世界で生産される食品の約3分の1に相当します。驚くべきことに、この量は毎年増加しており、食品廃棄物は環境問題だけでなく、食の安全保障の観点からも重要な課題となっています。食品廃棄物が環境に及ぼす影響は計り知れません。廃棄された食品は埋め立て地で分解される過程で、温室効果ガスの主要な源であるメタンを排出します。これは二酸化炭素よりも温室効果が強く、気候変動を加速させる一因となっています。さらに、食品生産には大量の水と土地が必要です。このため、食品が無駄になると、それに投入された資源も無駄になり、環境への負担が増大します。特に水資源は、多くの地域で限られており、無駄な消費は将来の水不足を招く可能性があります。食品廃棄物の主な原因としては、過剰生産、不適切な保存方法、賞味期限の誤解、消費者の過剰購入などが挙げられます。この問題は、生産から流通、消費に至るまでの前段階で発生しており、全体的な食品システムの見直しが求められています。さらに、食品廃棄物は社会的な側面も持ちます。世界中で飢餓に苦しむ人々がいる中で、大量の食品が無駄にされている現実は、倫理的にも大きな問題です。食品廃棄物の削減は、世界的な飢餓の問題解決にも貢献する可能性を秘めています。このセクションを通じて、食品廃棄物の現状とその影響を深く理解し、次のステップとしてどのような解決策が考えられるかを探っていきます。食品廃棄物の問題は、私たち一人一人の行動変容から始まるのです。食品廃棄物の問題に対する一つの答えは、創造的な再利用にあります。このセクションでは、廃棄物を価値あるリソースに変える革新的なアプローチを探っていきます。まず注目したいのは、廃棄される食品を新たな食品資源として活用する試みです。例えば、賞味期限が切れた野菜や果物を集め、それらをジャムやジュース、スープなどに加工することで、新たな製品として市場に出すことが可能です。これらの製品はアップサイクルド食品と呼ばれ、持続可能な消費を促進します。また、食品廃棄物からバイオ燃料や肥料を製造する技術も開発されています。廃棄される食品を発酵させ、バイオガスを生成することで、再生可能エネルギー源としての活用が可能になります。このプロセスは、環境への負荷を減らしつつ、エネルギーの自給自足を目指す地域社会にとって重要な意義を持ちます。さらに、食品廃棄物を利用した新たなビジネスモデルも登場しています。レストランや食品製造業者が廃棄予定の食品を料理教室や食品加工のワークショップに活用し、消費者に食品廃棄物の再利用の重要性を伝える取り組みが増えています。さらに、廃棄される食品を活用したアートプロジェクトや教育プログラムも注目されています。これらの活動を通じて、食品廃棄物の問題に対する社会的な意識を高め、持続可能な食文化の創造を促進しています。これらの創造的な再利用の取り組みは、廃棄物を単なるゴミから資源へと再定義し、持続可能な社会を実現するための新しい道を示しています。食品廃棄物の再利用は、環境への負担を減らすだけでなく、経済的な価値を生み出し、新たな市場を創造する機会を提供します。私たちはこれらのアプローチから学ぶことができ、食品廃棄物を減らし、持続可能な食生活を実現するための行動をとることができます。次のセクションでは、これらの再利用の取り組みが私たちの社会や環境にどのような利点をもたらすのかを詳しく見ていきます。食品廃棄物の再利用が持つ環境的及び社会的な利点は計り知れません。このセクションでは、
再利用のプロセスがどのようにして私たちの世界を改善するかを探っていきます。まず環境への影響から見てみましょう。食品廃棄物を減らすことは直接的に温室効果ガス排出の削減につながります。廃棄物を減らすことでメタンガスの発生を抑制し、気候変動への影響を軽減することができるのです。また食品廃棄物をリサイクルすることで新たな原材料の生産に必要な資源の使用を減らすことができます。これにより水や土地、そしてエネルギーの節約に貢献し、持続可能な資源管理に一役買います。経済的な観点からは食品廃棄物の再利用は新たなビジネスチャンスを創出します。アップサイクルド製品は消費者に新しい選択肢を提供し、企業に新しい市場を開く可能性があります。再利用によって生まれる製品は持続可能な消費を推進し、環境意識の高い消費者に訴求することができます。これは経済成長と環境保護の両立を目指す企業にとって重要な戦略となり得ます。社会的な面では食品廃棄物の再利用は地域コミュニティの強化に寄与します。地域の食品廃棄物を集め、それを新しい製品やエネルギー源に変えることで地域内での自給自足を促進し、コミュニティの結束を高めることができます。また教育プログラムやアートプロジェクトを通じて持続可能な生活についての意識を高め、次世代への教育にも役立てることが可能です。さらに食品廃棄物の再利用は世界の飢餓問題に対する解決策の一部となり得ます。廃棄される食品を有効活用することで食料不足に悩む地域への支援を強化し、食の安全保障を向上させることができるのです。このセクションを通じて食品廃棄物の再利用が持つ様々な利点を理解し、それが私たちの生活と地球環境にどのようにプラスの影響を与えるかを見てきました。次のセクションでは再利用における未来の展望と直面している課題について掘り下げていきます。食品廃棄物の再利用は持続可能な未来に向けた重要な一歩です。このセクションでは食品廃棄物の再利用が直面する未来の展望と課題について探ります。まず未来の展望として、食品廃棄物の再利用技術はさらに進化し、より効率的かつ広範囲に適用されることが期待されます。先進的なバイオテクノロジーの開発により廃棄物からより多くのエネルギーや栄養素を抽出し、新しい食品や製品を生み出すことが可能になるでしょう。この技術革新は廃棄物問題の根本的な解決に寄与するとともに新たな経済的価値を生み出します。しかしこの道にはまだ克服すべき課題があります。技術的な課題としては、廃棄物の収集や処理においてより効率的かつ経済的なシステムの構築が必要です。また消費者の認識と行動を変えることも重要な課題です。廃棄物の再利用に対する誤解や偏見を克服し、持続可能な消費行動を促進する必要があります。政策面では食品廃棄物の再利用を支援するための法的経済的な枠組みの整備が求められます。政府や地方自治体が再利用を促進する施策を実施し、産業界と消費者をつなぐ役割を果たすことが重要です。また教育や啓発活動を通じて次世代に持続可能な価値観を伝えることも不可欠です。食品廃棄物の再利用に向けた取り組みは私たち一人一人の意識と行動の変化から始まります。この問題に真剣に取り組むことで未来の食料安全保障を強化し、環境への負担を減らすことができるのです。私たちの食生活と地球の未来をより良くするために、食品廃棄物の再利用は持続可能な社会を目指すための重要な鍵となります。このセクションを通じて食品廃棄物の再利用が持つ可能性と直面する課題を理解し、それぞれができるアクションを考えてみましょう。今日の番組を通じて私たちは食品廃棄物の再利用が持つ膨大な可能性について探求してきました。食品廃棄物は環境問題だけでなく経済的及び社会的な機会をもたらす資源です。私たちは見た食品廃棄物の再利用がどのようにして環境への負担を軽減し、新しいビジネスチャンスを生み出し、社会的な意識を高めることができるかを、これは単なる廃棄物削減の取り組みを超え、持続可能な社会への大きな一歩を意味しています。未来への展望は明るいですが、技術的、政策的、そして文化的な課題を克服する必要があります。私たち一人一人が日常生活での選択を通じてこの変革に貢献することができます。食品廃棄物を減らす小さな一歩は地球全体の大きな変化につながるのです。食品廃棄物の再利用は持続可能な未来を目指す私たちの旅の重要な部分です。この番組が皆さんにとって食品廃棄物の再利用の重要性を再考し、行動を起こすきっかけとなれば幸いです。皆さん、今日の食品廃棄物の再利用廃棄物から価値へをご覧いただきありがとうございました。次回も持続可能な食の未来について一緒に学び
考えていきましょう。それではまたお会いしましょう。